どうもリクです。今回はこの Nothing Ear A っていうイヤホンについてレビューしていきたいと思います。僕は普段 Apple の AirPods だったり、Apple 傘下の Beats 製品だったりを主に使っていて、iPhone や Mac に親和性の高いヘッドホン製品を中心に使っています。こういった H 系のチップが搭載されてないイヤホンをたくさん使っているわけではないんですが、そういった Apple 製品の環境下でこの Nothing Ear A を使った感想を話していきたいと思います。いつも通り良かった点、気になった点話していきます。それでは行ってみましょう。まず1つ目の良かった点はバッテリーの持ちがいいという点です。これは Nothing のイヤホンの中でも廉価版のモデルなので、置いただけで充電できるようなワイヤレス充電機能はないんですが、充電の不便さを加味してもかなりバッテリーの持ちがいいので、あまり使い勝手に影響しないなと思いました。あとはこれは USB-C で充電できるので、気がついた時に、いつもスマホだったり iPad を充電しているケーブルをプスッと挿しておけば、ほとんど充電切れを起こすことがないぐらい、そのぐらい充電持ちがいいので、使っていてかなり良かったなって思います。次の良かった点はこのデザイン性です。結構この見た目ばかりに注目されるんですが、見た目はもちろんすごく好きなんですけど、よく見ると左右が分かるように白と赤で色分けされていたり、イヤホンを取ったここにもどっちがどっちのポジションに装着するとちゃんと充電できるのかっていうのが分かるような設計になっていて、このスケルトンで派手なデザインという以外の部分もすごく考えられた設計になっているなと思いました。僕の運用だと結構これを開いた状態でもうデスクに置いてしまって、すぐにさっとイヤホンできるようにこのスタンバイ状態にしとくみたいな運用を結構していて、そうなった時にこのイヤホンがケースの中にあるかないかすぐに分かりますし、こうやって平面に置いた時にすごく取り出しやすいデザインなので、デスクに常設しておくワイヤレスイヤホンとしてすごくいいなと思います。あとはこういう全体的にクオリティのバランスがいいイヤホンで、この黄色っていうかなりビビッドなカラーを選べるっていうのはすごく嬉しいポイントです。こういう暗い色のカバンの中でもこれだけ明るいとどこにあるかすぐに分かるので、裏地が暗めのカバンを使っている人にとってもこういうカラーが選べるのは結構嬉しいなと思います。3つ目の良かった点はちょっと悪い点にも思えるんですが、デバイスの切り替えが手動で行わないといけないというところです。もちろんこのイヤホンも自動切り替え機能みたいなのがあって、アプリの設定画面で同時接続したい自分の MacBook や iPhone を選択しておけば Bluetooth 画面で切り替えなくても自動で行き来することはできますが、Apple 系のチップを搭載しているイヤホンに比べると結構遅延があるというか、再生してから始まるまで結構ラグがあるので、音楽とかを聴き始めると再生されてから1秒とか 0.5 秒後ぐらいから再生が始まるみたいな感じで、ちょっと使っていて違和感があるので、僕はあんまりおすすめしないというか使っていません。ただその同時接続機能自体をオフにしてしまうと、このイヤホンは一つのデバイス専属のイヤホンとして使うことができます。僕の運用的にはデスクに iPad を置いといて、その iPad 専用のイヤホンとしてこのNothing Ear A を置いておくと、別のデバイスに勝手に切り替わらずに iPad で流してる音楽なんかを常にこのイヤホンから聴くことができるっていう意味では、個人的にはこの運用が結構マッチしました。ただ AirPods の自動切り替え機能も設定画面からオフにすることはできるので、このイヤホンだから実現できるフローっていうわけではないんですが、ある程度制約がある中でこのイヤホンを使っていて気づいた運用なので、そういう観点で言うと買ってよかったかなって思いました。以上が良かった点です。ここからは使っていて少し気になるなと思った点を話していきます。まず1つ目の気になった点は外音取り込み機能が弱いというところです。イヤホンをしていて、外で音楽なんかを聴いていると、今が外音取り込み状態なのかノイズキャンセリング状態なのかあまり分かんなくなることがあるくらい外音取り込みの機能が弱いです。加えてノイズキャンセリングもそこまで強くないというか、AirPods Pro とかと比べてしまうともちろん見劣りはするので、外音取り込み機能が少しこもっていて、ノイズキャンセリングが少しクオリティが低い分、この2つの機能の差があまりなくなっているように感じてしまいます。あとこの外音取り込み機能が弱いことですごく微妙だなって思った理由が、今が外音取り込みモードなのかノイズキャンセリングモードなのかっていうのが専用の NothingX アプリというアプリからしか確認ができないので、iPhone のコントロールセンターとかを見ても
今がどっちなのか分かんないので、結局切り替えてみて初めて分かるみたいな感じのフローになってしまうのがかなり微妙なポイントだなと思いました。2つ目の気になった点が音の遅延が気になってしまうという点です。 AirPods、Beats などの H 系のチップが入ってるイヤホンを Mac とか iPhone でつないだ時の音の遅延のなさを知っていると、どうしても遅延が気になってしまうなって思うのが、こう動画編集をしてる時だったり、映画や音楽の PV、 あとはダンス動画みたいなこう音と映像がマッチしてないといけないようなコンテンツを消費してる時なんかはすごく遅延が気になります。あとは先ほどもちょっと触れたんですが、音を再生するまでに結構時間が経ってから音が始まるので、 Apple 系のチップでは再生が始まった時にこう OS 側で再生自体を止めてくれているので、こう必ずスタートは遅れたとしてもコンテンツの0秒から音が鳴り始めるんですが、この Nothing Ear A の場合は遅延している間も再生が始まっていて 0.5 秒とか1秒とか経った後からの音声が鳴り出すみたいな感じになってしまうので、最初の部分が欠けてる、出だしの部分が欠けた状態で再生が始まるっていう、そういう体験になっています。ものによっては問題ないかもしれませんが、こう一番最初から歌詞が入ってるような音楽だったり、映像コンテンツなんかはすごく気持ち悪いなって思っちゃうので、これは AirPods とかを使っている人にとってはすごくストレスに感じると思います。次の気になったのが、このケースを片手で開けづらいというところです。今みたいに慣れたら結構いけちゃうんですが、AirPods とかのケースはこう簡単に指で開けることができるので、これと比べてしまうとどうしてもこの貝殻状の開く構造はここに指が入れづらいので、すごく片手で開閉するのはちょっと不安な気持ちになります。さっき言ったみたいにデスクに置いて運用する分には全く問題ないというか、むしろこの AirPods の形よりもこう開いた状態で置いておけるのですごくいいっていう意味ではすごくメリットではあるんですが、逆に外で使う場合は片手で開けないので必ず両手を使って開いて耳に装着する必要があるので、装着するときは両手が空いてることが結構多いと思うのでいいんですが、どちらかというとすぐに外したいとき、外音取り込み機能が弱いので、こう外音取り込みするより外した方が聞き取りやすいっていう意味で、こう人に話しかけられたときにさっと外したいときにこのケースを片手で開けられないので、この生の状態でこう持ってたりポケットに入れたりみたいな、そういうことが結構多いです。これは外音取り込みの機能が弱い弊害も相まってすごく使っていて微妙だなって思っちゃいました。次の気になった点はこのイヤホンにストラップホールがないというところです。AirPods は AirPods Pro しかストラップホールついてないので、すごくそれが必要かって言われたら、結構限定的な用途に限るんじゃないかなって思いますが、こういうストラップホールのない AirPods なんかはケースをつけることで、その機能を代替することができます。ただこの Nothing のイヤホンの場合は、一応ストラップホールがついてるようなケースも売られてるんですけど、やっぱり AirPods と比べるとかなり選択肢が狭いです。あとはこれはデザイン上この辺とかいくらでもストラップつけれそうな部分はあるので、廉価版でガシガシ使うことを想定している分、ストラップホールなんかをつけると、カバンの中にこうくくりつけておいたりとかすごいしやすいので、ないよりはあった方が良かったんじゃないかなって思いました。以上が少し気になる点でした。結論としてはこのデザインが好きなら絶対に買った方がいいと思いました。こういったスケルトン系というか奇抜系のデザインは、やっぱり Nothing が一番かっこいいなって思います。今はすごいイヤホンの種類も豊富ですし、AirPods Max なんかもそうなんですが、結構ファッションアイテムとして使われるようなことも多いので、機能性よりも見た目とかこういった自分の好きなデザインを優先したい人はすごくいいアイテムだと思いますし、こういうスケルトンデザインをこう再ブレイクさせたのは Nothing だと思うので、そういった意味でもすごく洗練されたこのデザインが気に入っている場合は、唯一無二の製品という意味でこれを買った方がいいんじゃないかなと思いました。ただ性能だったり細部のクオリティなんかはやっぱり AirPods と比べてしまうと当たり前なんですけど見劣りしてしまうので、カジュアルに音楽だったり音声コンテンツを消費するみたいな、そういう風に用途をギュッと絞れば、すごくいい体験になるので、機能面にあまり期待をしないで期待値を下げた状態で買うとすごく満足できる製品だなと思います。僕は普段はこのノイズキャンセリングのない AirPods とこの Nothing のイヤホンを両方使い分けていて、メインがこっちでサブがこっちみたいな感じで、遅延とかを少なくして編集とかしたい時はこっちを使って、外で音楽を聴いたりする時はこっちみたいな感じで、こう用途によって使い分けると
こうバッテリーのトータルの持ちも良くなりますし、トータルの満足感みたいなのもすごく増すので、サブイヤホンとしていいんじゃないかなって思いました。以上になります。こんな感じでこのチャンネルではガジェットのレビューだったり日々に役立つ情報を発信しています。もう一つのチャンネルのイミグラムではバックパックのパッキング動画を発信しています。こちらもぜひチェックしてみてください。X、Instagram、TikTok もやっています。ぜひフォローお願いします。YouTube メンバーシップでは僕の開発している製品の進捗だったり、先行販売へのアクセス券、あとは僕の使ったカバンのセカンドオーナー制度なんかを特典として用意しています。気になった方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。最後にこの動画が面白いと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。